和田勲さん、当時19歳。広島から15キロ離れた江田島河野浦で特攻訓練を受けていました。河野浦はただ終艇訓練ばっかし、一隻へ4、5人が乗ってね、で広島湾へ御用船が浮いとるわけですよ。それを練習台に突っ込んでいくわけで、突っ込むと角度があるわけよね。船の大体何度で入って何度ぐらいで爆弾を落として逃げるいう退避するいうのね、その訓練はそれが船も限りがあって数少ないんじゃけね、毎日やない。8月6日はね、それは食事した後休憩時間いうかね、あの時に兵舎なんかおった。まあ兵舎いうともその運輸部のバラックで、バラックで入り口の戸板もなしね、縄のれんがぶら下がってる。で窓でもつっかり棒でやって窓を開ける。いよいよバラックの倉庫で、そこで休憩とってね、だからピカッと光ったよね、最初ね。であら何事かやなってみんなが海のね、ちょうどこの裏どういうか海を隔てて広島と15キロあって、それから丸見えですよ、ずっと島の間から広島市内が15キロなんです。でしばらくしたらドカーンって大音響よね。で兵舎は揺れるし窓ガラス割れるし、中には防空壕へすぐ避難した人もおる。それはすぐ海がまた走って出たわけよ。広島が丸見えじゃけね。そしたらどういうか下宿雲いうかね、血の底から湧き出るのを黙々と湧き出るわけよ。赤やら青やら黄色やらいろいろな火柱が血の底から湧き出るぐらいね。うわこれで初めは何じゃろうか言うてね、初めは知らんけ南町のガスタンクが爆発したんかのもんだね。それがガスタンクにしちゃおかしいで、なんじゃろうか言うて、まあ訓練せないけんけね。ただ訓練を中止して広島が部隊が全滅じゃけ救援に出いう命令が出たわけ。それは出たのが昼過ぎじゃったけね。だけ船も限りがあるけ順番で出ていったんじゃね。それは昼過ぎじゃって。だけ宇治の方が3時頃だったんだろうな。練習部の軍用桟橋へ上がって、その時にもう岸壁へ運ばれた負傷者がね、もう血の海から這い出したようなみんな格好ですよ。それがむつろの息で並んどるわけです。痛い痛いとか兵隊さん水くださいとかね、水くださいとか、あのぐらいのことだね。それからずっと歩いていくでしょう、電車道をブタンの救援本部まで。それで途中で宇品の方は被害もだいぶあるが、だんだんこっちが仙台町来るに従って被害が大きくなるわけですよ、建物の被害が。途中でみんな会う人みんなここがね、皮膚がぶら下がってから、で痛いって言ってとかがぼーっと幽霊が歩くようなずっとああいうの出会ったよね。で仙台町の広島電鉄の本社、あれが私らの救援本部だったんです。そこへ集合するわけですよ。それから電鉄の本社の周辺の負傷者をね一箇所へ集めるんですよ。で私らは丸腰で出てきたでしょ。だけどむしろ集めて、戸板集めたりして弓道の担架を作らなきゃいけないわけですよ。だけど戸板へ乗せたものは痛い言うわけですよ。だからむしろ作って弓道の担架
普通のものはそう痛いと湯原さんがと痛いの人もひどかったね。痛い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 で一箇所へ集めいうことです。そこへ行って下ろすわけよね。また次の班がそれをなんじゃ自動車かなんかでなんするわけ収容するわけ、いろいろ役割分担があって、そうですよ、水ください水ください、皆水ください言うてね。それから初めはね、水やったらいけんというなんじゃってて、それからどうせ死ぬんなら水やれや言うて、水ちょうどね、水道の水の蛇口に水出るからホースが破れて水が吹き出おるね。水だけ見るときれいなあった。不自由せんかった。だけどそれをこんじゃって飲ましょった。飲んでね、中にはそのままおとなしくなって死んどるのがおったよね。息引き取るんが。7日朝はね、で今度は京橋川の流れてる死体を収容せい。で京橋川の行ったら船が一隻つないであったの。それを手間線で櫓で漕ぐ船ですよ。それが櫓を漕いだことがない。で我こそはいいんで漕いだが櫓がみんなコトンコトン外れるわけよ。それでとうとう沖で流れとる分は出場することできんかった。それから京橋川は案外少なかった。下流れとるわね。そうこうするうちに京橋川の川土手で晩はね青空で寝てゴロ寝ですよ。だけゴロ寝日が暮れたらその場合ゴロ寝日がさして明るくなったら起きて救援作業で。で8日目と9日目は電車道通って今度は原爆ドームの相生橋のね真下に中津があったんです。で元安川を流れる死体がこれが多かったです死体が。やっぱりどういうか兵隊も相当おったんですよ。厚い系飛び込んだんかあるいは爆風で川の中で飛ばされたんかいろいろおったんでしょうね。それを引き上げてそれから一人ずつ一人ずつの長所員ですか。昔はここへ名札をつけて住所とか名前とか血液型とかいうのを書いて名札をつけとった。それを参考にしてみて分からん人は推定ですか男か女か何歳ぐらいだろうかいうんでそれをいちいちみんな書きおった。それで書いて提出するわけよね。今日はこういう作業をしましたいう。それでそこで一日にね4050体焼いたです。それでちょっと地面を深く掘って風と火がよう燃えるようにちょっと掘ってで材木を焼け野この材木を拾い集めるんですよ。でそれを材木並べてその上にこう死体を並べてまた材木こう置いてまた死体を並べてでなかなかもう燃えんですよね濡れた自体に。だけしょうがない油かけてで燃やしてで最後になるまで一人がついて不審判いうかねで最後まで見てから砂かけてで今度は石とか木をこう立ててね目標にでみんなが合唱してでそういうことをやったわけ。12日までやった。8月6日に入って12日にこの舞台帰れいうことで12日までやった。いかに戦争が虚しいかね悲惨で虚しいか平和でありたいと思います。原子爆弾の悲惨さをね実際に自分らが目の前で見て
作業をしてね、実際に分かったわけですよ。それはやっぱりないに越したことはない。核兵器廃絶よね。世界平和のために核兵器の廃絶を願っております。